はい、皆さんこんにちは、モノルです。約1年ぶりになりました Apex Legends のコントローラーランキングの方をね、やっていきたいと思います。今回ランキングに入れたコントローラーこちらの7台なんですけど、全て本当に素晴らしいコントローラーなんですが、私の好みもね多分に入っているんですが、あえてランキングをねつけてみました。1位から7位までっていうのをね、見ていきたいと思います。そしたら早速見ていきましょう。はい、まず第7位はこちらのコントローラーですね。ゲームサーのノバ2ライトになります。ランキング入りした理由は何といっても価格の安さですね。現在3909円ということでね、ものすごく安いコントローラーなんですが、その割にはですね、しっかり使っていけるコントローラーになっています。以前出したですね、低価格帯のコントローラーランキングでも1位だったということもあってですね、こちらのコントローラーを取り上げないっていうことはね、ちょっと考えられないかなということで7位にしてみました。こちらのコントローラーの特徴としてはですね、トリガーですね、通常こんな感じなんですが、はい、こんな風にストロークが短くなるトリガーストップっていうのもしっかりついていて、背面に2ボタンの追加ボタンがついているっていうことでですね、 FPS ゲームに欲しい機能っていうのがしっかり入っている低価格帯のコントローラーになっています。今回、画面上にはですね、このようにですね、いろんなスペックの情報とか、私が実際に計測してきた遅延の情報なんかも載せていて、今回ランキング入りしたコントローラーの中でね、比較してですね、どのぐらいの評価になるかっていうのを5点満点で星をつけたりっていうのもしています。で、その平均値っていうのはね、総合得点という形で出していて、このコントローラーに関しては 3.8 点ということでした。で、このコントローラー PC 接続時の優先平均遅延っていうのがですね、ボタンは 2.36 ミリセカンドということで非常に優秀なんですが、スティックの方は 7.99 ミリセカンドということで、低価格帯のコントローラーにしてはかなり速いんですが、ややね、ランキング入りしたコントローラーの中では悪めの値になっています。で、こちらの遅延はですね、プロメテウス82っていう手法を使ってですね、計測しているんですが、コントローラーに入力を物理的にしてですね、それが PC に反映されるまで、 PC が認識するまでの時間っていうのを測ったものになってます。だいたいこの値が10ミリセカンドを超えてくるとちょっと気になりだすかなっていうところなんで、こちらのコントローラーの遅延は実際使ってみるとそこまで気づくほどの遅延ではないっていうところですね。続いてですね、PlayStation 5に接続した時の遅延っていうのも計測しています。ゲームサーノバ2ライトに関してはですね、PlayStation 5に対応していないコントローラーなので、ブルックウィングマン FGCVX っていうコンバッターを使って接続した時の遅延を計測しています。こちらの遅延はボタンを電子回路を使って電気的に押してですね、でその押したっていう情報がですね、実際に画面に反映されるまでですね、モニター上に反映されるまでの遅延ということで、通常の PC 接続時の遅延よりもかなり値としては大きくてですね、 66.63 ミリセカンドっていう値になっています。PC の場合確かね 2,30 ミリセカンドぐらいなんで、PlayStation 5だとね約2倍ぐらいの遅さにはなるんですが、この値マイナス 1.00 ミリセカンドって書いてあるのは、PlayStation 5に DualSense Edge を直接接続した時と比較してどのぐらい速かったか遅かったかっていうのをね表している値でですね、なんとノバ2ライトに関してはマイナスってことで、直接接続した DualSense Edge よりも平均してマイナス1ミリセカンド速かったですよということを表しています。同様にスイッチ2の遅延も計測していてですね、こちらはスイッチプロコン2ですね、こちらの優先接続と比較して何フレーム平均して遅れたかっていうのを計測しています。残念ながらスイッチ2接続時の遅延に関してはやや大きめのコントローラーだったかなっていうところとですね、有線接続よりも Bluetooth で、無線接続した方が速いコントローラーだったっていうのが特徴的だったかなと思います。はい、でもう1点ですね、こちらのノバ2ライトに関してですね、スティックの感度っていうのをですね計測しています。こちらのグラフ0のところですね、横軸の0のところっていうのがスティックを倒してない中立の状態です。どんどん右に倒していくとグラフも右に行きます。逆に0からマイナス方向左に行くとね、スティックを左に倒していくってことですね。で、縦軸に関してはですね、DualSense や DualSense Edge といった順行ですね、こちらのリニアな感度と比較して何%違いがあったかっていうのを表していて、上に行けば行くほど高感度、下に行けば行くほど低感度っていうね、そういうことを表しているグラフです。で、このコントローラーデフォルトの感度が緑色の線なんですけど、やや低感度に触れているかなっていうところですね。
中立付近がね特に 40% 低感度っていうところがあるので、PC に接続してゲームサーコネクトっていう設定ソフトでですねリニア化設定っていうのを入れてあげるとオレンジ色のグラフのような感じでねだいぶ直線上になるかなと思います。カスタム感度カーブの設定で入れてあげることで、より順光に近いような自然な操作感に補正してあげることができます。デフォルトでね使って慣れていくっていうのも手かなとは思うんですけど、私はね基本的にこういうリニアな感度に補正してあげた方が強いというふうに思っているのでですね、ぜひこちらの設定もね使ってみてください。全くね問題なく使っていけるコントローラーではあるんですが、本当にね強いコントローラーを探していて、多少金額が高くなっても強いコントローラーが欲しいよっていう方は、さらに上位にランクしているコントローラーっていうのを選ばれる方がいいかなと思います。はい、第6位はこちらのコントローラーですね。ソニーのデュアルセンスエッジになります。純正コントローラーということなんですが、今改めて検証をし直してみて、やっぱりこのコントローラーね本当に性能が高いなと思いました。ようやく最近になってこのコントローラーを超える性能がね、出ているようなコントローラーっていうのがはっきり出てきたかなっていうぐらいな感じなんですよね。特にこのコントローラーで見てほしいのはこちらですね、スティックの感度です。非常に直線上でね素晴らしいリニアなコントローラーかなと思いますね。これがねアルプススティックの特徴でもあるんですが、こういったね直線上な感度になっているっていうところがね、強さの秘訣だったりもしますね。で、若干こう上下にギザギザしているところっていうのは震えが出ていたりするっていうところですね。震えが結構ね大きく出るっていうところでエイムアシストもすごく強く感じられてですね、当て感も高いコントローラーになってます。はい、でこれもともとねデュアルセンスエッジってことで背面にボタンついているんですが、私の個体に関してはエクストリームレート製の背面4ボタン化キットをね、つけてしまっているので背面4ボタンっていう形になってます。トリガーストップのねストロークが短くなるところとかっていうのもですね、ストローク自体こんな感じでやや大きめではあるんですが、しっかり FPS ゲームに欲しい機能っていうのは全部載っているっていう、そんなコントローラーになっています。遅延の値ですね、改めてプロメテウス82でね、計測してみたんですが、ボタン 3.59ms でスティック 5.4ms っていうね結構遅延性能高いですね。今でこそですねこの 5.4ms っていう値はねそこまで特出した高性能ってわけではなくなってきてるんですけど、十分に高性能でね全くその遅延っていうのが気にならないような値になっているかなっていうところですね。このコントローラーは強さっていう意味ではね未だにプロの LGS に出場しているプレイヤーさんたちがね使っているっていうことも証明している通り、強さも申し分ないと思います。ただですね価格の方が 31,810 円っていうね、価格でねかなり高価なんですよね。ちょっと高すぎるかなっていうのと、スティックモジュールもねアルプスティックっていうことで、摩耗してねドリフト増えてきたら交換してそれで2500円ぐらいかかるとかね、高級品っていうことでですね、強さっていう意味ではかなり評価高いんですが、今からねこれを持ってなくて買うっていうのはどうなんだろうっていうところで6位にランクしました。はい、続いて第5位がビッグビッグ1、現在モジョのブリッツ2です。はい、今回私はブリッツ2のアルプス版ですね、無印のこの青い方をランクに入れました。もう一個ねブリッツ2ティーム R っていうオレンジ色のものあるんですが、やっぱり私はねこのブリッツ2の無印版の方が好きだなっていうんでね、こちらを5位に上げさせていただいてます。こちらの方はね、スティックがアルプススティックってことで接触式なんでね、使っていったら摩耗してちょっとドリフトが増えたりすることもあるかなっていうところなんですが、相変わらずこれね当初出てきた時も本当にすごい強いっていうんで話題になったコントローラーでね、インペリアルハル選手も使ったっていうことで大きな話題になりましたが、こちらのコントローラーは現在もですねかなり評価の高いコントローラーであり続けています。こちらのコントローラーの特徴としてはね、やっぱりトリガーストップとかがなくて、最初からボタン式っていうところとかですね、あと背面にボタンついているのと、こちらにねショルダーにも2ボタン追加ボタンがあって合計4ボタンが追加されているっていうところですね。Apex Legends でね追加ボタン4つあるとですね、ほぼ完璧に右スティックから親指を離さずに操作ができるっていうことで、かなりこのコントローラーね、Apex にも向いている機能が盛りだくさんのコントローラーかなと思います。
遅延の方はね、今で言うとね 5.48 と 4.67 ミリセカンドということでちょっと物足りなさなくはないんですけど、これまでもね、お話ししてきたように全くこれが実際問題気になるような遅延ではないっていうところですね。ポーリングレート 2000Hz ってことなんですけどね、遅延性能は 1000Hz のコントローラーと比較してもそこまで、特別優れているわけではないっていうことですね。で、プレイステーション5とスイッチ2の遅延に関してはかなり性能が悪かったので、遅延の評価に関しては星4ということにしています。で、スティックの感度の方を見ていきたいと思います。水色の方がブリッツ2のアルプス版、こちらのコントローラーで、オレンジ色の方がブリッツ 2TMR の方の感度になってます。私がね、ブリッツ 2TMR が好きになれない理由はこれですね、ちょっと感度がね、結構低いっていうところがありますね。で、ブリッツ2のね、このアルプス版の方に関してはですね、かなり、アルプススティックということもあってね、リニアなスティックにはなっているんですが、左右の感度っていうかね、左右の可動域の誤差っていうのが非常に大きなコントローラーっていうのも大きな特徴になっています。約 10% 弱ぐらいですかね、左右で感度に差が出てきます。そういうコントローラーなので、そういったところも含めてスティックはちょっと今一つかなっていう印象がありますね。この原因っていうのはね、スティックの位置がね若干ずれて、だいたい左側にずれているみたいなそんな感じの、ね、スティックのこう設計時点での位置がちょっと悪いんじゃないかなみたいなことを思ったりします。で、こちらのコントローラーもリニア化設定っていうのを出すことができるんですが、今回ですね、かなり新しくしています。ブリッツ2のね、リニア化設定、エッジのデッドゾーン3のままで0087の100っていうね、カスタムカウントカーブの方で、アウターデッドゾーンを入れてあげるようなイメージですかね。可動域をね、制限させてあげるとですね、この濃い青色のグラフのようになってですね、だいぶ感度がリニアなものに近づいてくるっていうところです。どうしても左右感度誤差があるので、うまくねこう完璧な感度にすることっていうのはできないんですけども、かなりこれでね使いやすくなると思います。ブリッツ 2TMR の方はね、基本的にこのリニア化設定変わってないですね。はい、そんなわけでですね、ちょっとスティックのところ星4評価っていうことにはなってしまってですね、その部分がかなり大きくて、5位にランクしたっていうところなんですが、やっぱりこのコントローラーもう一つ大きな特徴として挙げられるのは安定化係数っていうものが設定できるっていうところですね。スティックを放っておいても勝手にスティックがこうノイズの影響でね、入力が震えるっていう現象が起きます。はい、これが今現在ですね、左スティックは安定化係数プラス10ですね、震えないようにしているっていう形で、右スティックが安定化係数マイナス10っていう設定を入れている状態です。右スティックはね、もう本当にブルブルと震えているっていうのがわかると思います。左スティックはね、なるべくノイズをフィルターを強くしてですね、ノイズが出ないようにしているっていう形で、このね、右スティックのようなエイムに使うスティックにこの震えを強く出してあげるっていう風にするとですね、Apex Legends では特にエイムアシスト強く感じられるかなと思います。話によると Call of Duty とかでもね、こういったことがあったり、Fortnite とかもね、そういう効果が出たりするっていう話があったりもしますね。こういった機能があるっていうのはね、安定化係数っていうね、この機能っていうのは今後もね、ランキング上位のコントローラーには結構出てきたりするので、ぜひそのあたりも注目していただきたいと思います。そういうわけでですね、こちらのコントローラー当て感は文句なしの星5っていうことでですね、ボタン類に関してもね、ほとんど全てマイクロスイッチのボタンが使われていて、非常にボタンの押し心地もいいコントローラーになっています。で、持ち心地は若干ですね、ちょっと薄型でですね、やや横に幅が広くて、で、ちょっとね、グリップ部分のエッジが立っているところがあったりしてですね、少し悪いって感じられる方もいるみたいですね。私はね、結構この持ち心地嫌いではないんですけど、そういったところも考えてですね、星3っていう評価にしてます。本当にね、今も全然第一線級に活躍できるコントローラーかなっていうところなんですが、そういったね、スティックの部分の問題点があったりとか、あとはね、遅延性能もう一歩かなっていうところで5位にランクをしました。はい、続いて第4位がこちらのコントローラーです。ゲームサーの G7 Pro になります。はい、こちらのコントローラーね、なんと言ってもいいところっていうのが1個ね、まずお話ししたいことが持ち心地の良さですね。グリップ部分とかのエッジっていうのが全く立ってなくて、非常にね、丸くなっていてですね、とても持ち心地がいいんですよね。かなりコンパクトなコントローラーでですね、特に今回持ち心地悪めなコントローラーとしてはね、デュアルセンスエッジがねあるんですけど、大きさ比較すると結構違いがあるのがわかるかなと思います。
パッと見ですねコンパクトなのがわかるかなと思いますね。このね違いっていうのが意外と大きくてですね、本当にこのコントローラーに関しては持ち心地に定評がすごくあるコントローラーかなと思います。でですね、もう一個特徴的なのがですね、トリガーストップが搭載されているコントローラーとしてはね、かなりレベルの高いトリガーストップです。はい、ストロークこれだけしかないですね。トリガーストップをオンにするとマイクロスイッチボタンに変わるっていうことで、ストロークもめちゃくちゃ短いですし、押すために必要な力っていうのもかなり少なめでね、柔らかいボタンになってます。このトリガーストップもめちゃくちゃいいっていうことでね、持ち心地とこのボタンのね良さっていうところ、この2つは非常にレベルの高いコントローラーですね。でさらにもう1点ですね、遅延性能っていうのも非常に高いですね。ボタンスティックともに2ミリセカンド前後っていうことで、これは現存するコントローラーの中でも最高レベルにあるね、低遅延性能かなと思います。そのおかげでブルックウィングマン FGCVX を使ってプレイステーション5に接続した時の遅延っていうのもね非常に少ないっていうね、そういうコントローラーになってます。全体的に非常に優れてるんですが、 LB と RB がタクトスイッチで背面ボタン2つついてますが、こちらもタクトスイッチということでね、マイクロスイッチがね好きな方にとっては若干ボタンの押し心地を取るかなっていうところがあるのとですね、もう1点、スティックの感度が結構独特なコントローラーになってます。グレーのものがデフォルトのね感度カーブになるんですけど、なんかねこの辺りちょっとおかしな高感度差が出てたりしますね。何度測ってもね個体が違うものをかかってもこういうおかしな傾向っていうのがずっと出ててですね、左側のカーブと右側のカーブで全く違うような傾向を示すっていうのをね、このコントローラーの特徴かなと思います。ここがね気になってですね、どうしてもスティックに関してはですねこちらのコントローラー評価しづらいっていうのが正直なところですね。リニア化設定はね今までと特に変わらないものを出しているんですけど、それがね黒色の濃い黒の方のカーブになってます。どうしても左右で感度が違うものをうまく合わせるっていうのは難しいんですが、実際ゲーム内の使用感はねこのリニア化設定入れてあげると非常にいいかなというふうには感じているところですね。でこのスティックの感度カーブなんですけど、ややですね可動域が狭いっていうね、ところが一つのこのコントローラーの特徴かなと思います。約 5% ぐらいですね、可動域が狭くてですね、可動域が狭いっていうことはね、これ以上もうどうしようもないっていうハードウェア的な制約になってしまいますから、その点でもねちょっとスティックいまいちかなっていうところになってきます。Apex Legends で使うコントローラーとしてですね、一番重要なところっていうのはやっぱりスティックの良さかなというふうに思うんですよね。そういう意味でね、遅延の方は本当にスティックの遅延すごくいいんですけど、感度のところでね、どうしても評価ができないっていうところで4位にしてますが、可動域が狭かったりっていうね、全体的に感度が高めになりがちっていうところではね、近距離戦めちゃくちゃ強いコントローラーになっているっていうところとですね、であとね、最近のアップデートでこちらのコントローラースティックのステップ精度っていうのを設定できるようになりました。こちらもねいろいろ話がね長くなってしまうところではあるんですけど、要はねスティックのね入力を何段階で検知するか、解像度どのぐらい細かくするかみたいなイメージですね。その解像度を荒くしてあげるとですね、イマーシスト強く感じやすいっていうところがあるのでですね、今まではね12ビットっていう結構細かい設定しかできなかったんですけど、8ビット9ビット10ビットとね粗めの設定を使ってあげることでですね、さらに強くなったっていうところも相まってですね、今回は4位にランクをしたっていうところです。こちらのコントローラーに関しては Xbox 対応のコントローラーっていうことなんですが、今後ですね G7 Pro 8K っていうね Xbox 対応を外したですね、基本的に PC で使うことを想定しているね 8000Hz 出る G7 Pro っていうのも出る予定でですね、今予約注文中なんですが、そちらはねスティックが変わっているっていうことなんでですね、今後そちらもね大注目のコントローラーになってます。ちょっとね今回このランキング動画をですね G7 Pro 8K が出た後にするかどうかちょっとかなり悩んだんですけど、一旦ですね現状 G7 Pro 8K がない状態で出していきますが、もちろん G7 Pro 8K のレビューもやっていきたいと思いますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。はい、続いて第3位はこちらのコントローラーです。デュアルショック4に見えますが、PS ボタンのところがね、ボイドのマークになっている通りですね、こちらボイド PS4 Firebird になります。はい、でこちらねカスタムコントローラーということなんですが、なんと言ってもこの Firebird っていう基板ですね、こちらが本当に素晴らしいです。今回ね3位にはランクしてるんですが、最強のコントローラーという意味ではこれが圧倒的にナンバーワンだと思います。
その理由の一つがね RC フィルターっていう機能にあります。 RC フィルターっていうのは先ほどお見せした安定化係数の進化版みたいなものでですね、RC フィルターの値強くするとなんとねこのスティックの細かく素早い入力っていうのがですねちょっと誇張されてですね大きくゲームに入力されます。これのね何がいいかっていうとですね細かく素早い操作ってね FPS のエイムでどういう時にやるかっていうとですね相手が切り返した時にそれを追う時とか、あとはちょっとエイムがずれてる時に追い直す時とか、そういった時にね行ったりする操作になるんですけど、それがですね通常はこのねスティックの制約でですね左から右とか右から左っていう風に倒し直してこうちょっとねタイムラグがどうしてもこう構造上起きるんですよね。そこがねマウスに対してどうしても劣る部分だったんですけど、このですね RC フィルターのその入力の誇張っていうのが起きることによってですねその弱点が若干緩和されているっていうのがこの RC フィルターの大きな特徴になってます。またね震えっていうのの大きさっていうのも RC フィルターは安定化係数よりもかなり大きく震えさせることができるのでエイムアシストをね強く感じるっていうところもねかなり効果が高いコントローラーになってますね。そういった2つの大きな特徴があるのが RC フィルターという機能になってます。言ってしまえばですね明らかに有利なんですよね Apex Legends でねなのでね、もう最強のコントローラーが欲しいよという方はFirebird を選ぶしかないっていうのが現状になってます。なぜそれで3位になっているかっていうとですねとにかく入手難度が今高くなってしまってます。やっぱり最強っていう風に分かっているコントローラーなので人気がすごいんですけど、このね基板とか作るのはね全部手作業で行われているということでなかなかね、供給の方が追いついていないという状況で、今現在この Void PS4 Firebird に関しては抽選制になっています。抽選に応募して当たらなきゃ入手することができないっていうコントロールになってしまっているので、そこでね、とてもね苦労されている方多いかなと思います。そんなところで3位っていうことにしました。スティックと当て感に関してはもう5プラスということでねもう圧倒的にスティック当て感に関しては最強です。でですね、最新の計測方法で改めてスティックの感度計測してみました。 RC フィルターの値500っていう風にして絶対に震えないっていうね設定にしてみた時にですね、この紫色のカーブがこの Void PS4 Firebird のスティック感度カーブなんですが、見事にリニアになっています。一応ねこちらのコントローラーのスティックはね TMR スティックになっているんですが、それでもねこれだけリニアな感度を描いているっていう素晴らしいコントローラーになってます。デュアルセンスエッジと全く遜色ない操作感が得られてですね、RC フィルターを強くするとどうしてもね、通常のコントローラーと操作感変わってきたりはするんですけど、あまり RC フィルターを効かせない状態でも強く使っていけるコントローラーということでですね、もう性能面では文句のつけどころがないですね。遅延性能も非常に良くてですね、あとはねやっぱりこの Firebird っていう基板がですねスイッチプロコン向けに作られた基板ということでですね、スイッチ2でも遅延性能非常に高かったのでスイッチ2の Apex で遊びたいという方にもめちゃくちゃおすすめのコントローラーになってます。唯一弱点としてはやっぱりデュアルショック4のねカスタムコンということでですね、ボタンの方っていうのはスマートボタンとかね非常に高価なオプションをつけない限りメンブレンのボタンだったりして、あんまり押し心地っていうのはね良くないかなっていうところで星3評価としていますが、全部乗せでめちゃくちゃ高いカスタムをすると多分星4ぐらいにはなるんで、さらに評価が高くなるかなっていうところでですね、そういったところも含めてですね本当にお金に糸目をつけずに抽選制っていうところのね、苦労も厭わないっていう方にはねまずこれを選ぶといいんじゃないかなっていう、そんなコントローラーになってます。はい、続いて第2位です。本当にこの1位2位3位っていうのはですね選ぶの本当に悩んだんですが、ほとんど好みの問題っていうところもね出てくるような差にはなってくるんですけど、私はこちらのコントローラーを第2位に選びました。はい、それがこちらのコントローラーです。トライディジのベーダー5 Pro になります。はい、こちらのコントローラーの特徴はですね、一応ですねこの背面ボタンが4つついていて、さらにショルダーにも2ボタンついていて合計で6ボタンですね。CZ ボタンとかもあるんで、8ボタン追加されているっていうことになるんですけど、こういうね豊富な追加ボタン数っていうのがまず1つあります。さらに今まで出てこなかった特徴として、ここにねリングがあってですね、このリングを調整することによってスティックの重さを自由に変えることができるっていう、そういう特徴もあります。
この2つが大きな特徴として挙げられるコントローラーになっていてですね、スティック特に柔らかくできるっていうのが結構大きなポイントかなと思っていてですね、こちらでね、ド近距離のエイムとかがね非常に助けになるっていうところでですね、こちらのコントローラーのこのスティックのテンション調整機能っていうのを評価して第2位に挙げさせていただきました。遅延性能としてはですね、 PC 接続時はそこまで特筆すべき優れた低遅延性能ではないんですが、PlayStation 5接続時とかですね、スイッチ2接続時ですね、こちらの遅延性能も非常に高いコントローラーになっているので、 PC、PS5、スイッチ2、どのハードでね使っても非常に優れているコントローラーかなと思います。でもちろんね、マイクロスイッチボタンに代わるトリガーストップがついているんですけど、こちらが本当に柔らかく押せてですね、ストロークも超短くて、現存するコントローラーの中では一番優れているトリガーストップがついているかなと、そんな風に思いますね。なんで全体的に本当にね、非常に Apex 向きなコントローラーにはなっていると思いますね。はい。でスティックの感度カーブを見ていきたいんですが、こちらのコントローラー中心感度っていうことでですね、遅い、普通、中ですかね。で、速いっていうね、3つの感度を選ぶことができてですね、それぞれこんな感じの感度になってますね。中がね、一番リニアに近いんですが、それでもね、かなり、中立付近の感度が高いっていうね、そういう特徴を持っているスティックになってます。これがね結構難しいコントローラーにはなっていてですね、この辺りのねスティックの感度っていうのは設定で補正してあげないとなかなか使いこなすのが難しいコントローラーになっているかなと思います。そういう補正、リニア化設定がこちらになりますね。中心感度速いにしてあげて86の3630でエッジのデッドゾーン10入れてあげるっていうものになります。こちらの設定を入れてあげても若干ですね、上下っていうのはね、あるんですけど、左右感度誤差非常に少なくてですね、精度っていう意味では非常に優れたコントローラーかなと思います。この設定入れてあげるとね、めちゃくちゃ強いコントローラーになっていて、スティックもすごく強く使っていけるコントローラーかなと思います。こちらのコントローラー2つほどね、問題点としてよく挙げられる点っていうのがあって、1つはこのスティックのテンション調整ダイヤルが使っていると勝手に緩んできてしまうというものですね。これねコメントで面白い対処法を教えていただいたんですが、厚紙ですね、タバコの箱の紙ぐらいの厚さの厚紙をですね、この、スティックリングのサイドのフロントパネルの間ですね、ここに挟んであげるっていうものですね。それ結構ですね、実際やってみたら非常に良くてね、分解すれば外見に影響ないね、やり方もあるんですけど、そういうね分解とかちょっとめんどくさいって方は厚紙をここに挟んであげるっていう方法非常にいいのでおすすめですね。もう1点、下側の2つの背面ボタンが、内部の構造が脆いせいでですね、使っていると折れてですね、使えなくなってしまう、そういう問題点も指摘されています。そちらはですね、私はね、こうやって背面ボタン下の2つは外せるんで外して使ったりもしていたんですが、もう1個面白い対処法としてですね、こんな感じでね、100均で売っているゴム製の滑り止めですね、これをつけてあげて使ってあげるという方法が考えられてますね。こちらの方法、この押し込み幅を制限してあげることで角に押し込みすぎないようにしてですね、その中のパーツがね折れるのを防ぐっていう方法なんですが、緩和策にはなるけど、ずっと使っていたらもしかしたらこれをやっていても壊れるかもしれないなみたいなところあるんで、ちょっとねこちらに関しては緩和策ぐらいにはなってるかなと思います。ただ私はこれをねすれば使っていってもいいかなっていう気はちょっとしているところなんで、これね追加6ボタン全てを活用してですね Apex やっていけたらいいなっていうふうに思ってたりするところですね。総じてですね、あと一歩ね足りないところっていうのもあったりはするコントローラーなんですが、機能面でねもう FPS ゲームに欲しい機能が全部盛りっていうところでですね、第2位にランクをさせていただきました。はい、最後に第1位のコントローラーですね。こちらです。はい、モジョンのレインボー3になります。こちらのコントローラーの特徴、一つ大きな点は何といってもキャパシティブっていうね、静電容量方式のスティックを採用しているというところが大きな特徴になっています。今までねスティックの方式っていうのはアルプスティックに代表されるポテンショメーターっていう接触式のスティックっていうのがありました。これがどうしてもドリフトが起きてくるっていうことでね、ホールエフェクトだったり TMR っていうですね非接触式のスティックっていうのが出てきたんですが、そのね非接触式スティックのさらに上位に当たるものですね、静電容量方式っていうね、新しいハイエンドなスティックモジュールっていうのが出てきています。こちらのねスティックが本当に素晴らしいということで第1位に
上げさせていただきました。そのわけでね、スティックの評価星5プラスっていうことなんですが、本当にこのコントローラーを使ってみるとですね、スティックの操作感めちゃくちゃ素直でね、思い通りに動いてくれるっていう感覚がありますね。はい、スティックの感度カーブこんな感じです。デフォルトがオレンジ色なんですけど、本当にね、まっすぐでね、ガクガクしているところっていうのがほとんど見られないですね。ちょっと上下しているっていうところはね、こう震えがね、出ていたりするところかなと思うんですけど、本当に素直な直線になってます。ややね、これでも低感度差っていうのがね、気になるかなっていうことでですね、リニア化設定を入れたりもしてますね。アウターデッドゾーンを3にして、こういった値を入れてあげるっていうね、そういう設定で、よりリニアに近づけてあげて使うことができます。で、このね、グラフでは見えないところではあるんですけど、雪戻りの誤差っていうのもね、本当に極小と言ってよくてですね、同じ位置にスティックがあるときはね、確実に同じ値を出してくるっていうね、そういうスティックになっているっていうのもめちゃくちゃ評価が高いポイントになります。本当にこのスティックっていうのは今あるコントローラーの中ではね、一番優れているスティックかなっていうふうに感じますね。で、さらにですね、こちらのコントローラー、最近のアップデートで安定化係数も入ってます。ブリッツ2なんかにもね、あったような安定化係数っていうのがね、実装されたことによってですね、震えっていうのも大きく出すことができるようになってですね、ますます強さに磨きがかかってきています。遅延性能に関してはベーダ5 Pro とほぼ同じぐらいでですね、特別優れているわけではないっていうところであったりとか、PlayStation 5や Switch 2に接続した時の遅延っていうのはね、ベーダ5 Pro に比べても若干劣っているかなっていうところでですね、こちらのコントローラーはね、基本的に PC で使う時には一番いいかなっていう感じのコントローラーにはなっています。で、トリガーストップについてはね、こんな感じのマイクロスイッチボタンに変わるトリガーストップなんですけど、ベーダ5 Pro には若干劣るかなとは思うんですけど、十分にね、ストロークが短くて柔らかく押せるトリガーストップっていうのも搭載されていますし、他にもね、フェイスボタンだったり十字キー、他にね、LB、RB や背面ボタンに至るまでマイクロスイッチボタンが使われていて、すごく押し心地のいいボタンになっているっていうところも大きな特徴になってます。で、私こちらのコントローラー、出た当初はですね、ランキング1位にずっと上げていたんですが、それからね、一時期ですね、ちょっとランキングに掲載するのを控えていたコントローラーでもあります。その理由がですね、PC に接続した時にドライバーがちゃんとインストールされずにですね、PC に認識されないっていう問題がずっとあったんですね。で、これはね、今も同じ問題があるんですが、簡単にドライバーをインストールすることができるようになっています。はい、それがこちらのね、ビッグボンアシスタントっていう設定ソフトなんですが、このね、下に Xbox ドライバーっていうのがあります。ビッグボンアシスタントを起動してここをクリックするだけでですね、認識されなかったね、レインボー3をね、認識させることができるようになってますね。ここワンクリックするだけでインストーラーが走って、ドライバーがインストールされてですね、認識させることができるようになるということでですね、これが実装されるまではデバイスマネージャーをいじって、手動でインストールしてみたいなことをやらなきゃいけなかったんで、非常にややこしかったんですけど、これならですね、PC 慣れてない方でもね、全然使っていけるんじゃないかなっていうことでですね、今回ランキングに復帰させるっていうことにしました。とにかくですね、こちらのコントローラー、完成品のコントローラーとしては間違いなく最強クラスにあるコントローラーだと思いますので、Apex で強く使っていけるコントローラー欲しいよっていう方はね、まず間違いなくこれをね、選ぶのがいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。本当に素晴らしいコントローラーになっているので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、以上ですね、Apex のコントローラーランキングということで7台のコントローラーを紹介してきました。1位レインボー3、2位ベーダ5 Pro、3位ファイヤーバードですね、4位が G7 Pro、5位ブリッツ2、6位デュアルセンス H、7位ノバ2ライトということでね、どれも本当に素晴らしいコントローラーで、正直ね、どれ使っても Apex のランク回していけるかなって、ほとんど好みになってくんのかなみたいな感じで、唯一こちらボイド PS4 ファイヤーバードに関してはね、明らかに強くなりますね、私の場合は。はい。でもやっぱレインボー3の操作感とかね、満足度っていうのは頭一つ飛び抜けて高いかなっていうところとね、ベーダ5 Pro はね、ほんとスティックテンションとかトリガーストップも本当に良くてですね、こちらもいいですね。ちょっとこの2つは優劣結構つけがたいんですけど、私はレインボー3の方がね、満足度高いかなっていう気がしてます。どれを選べばいいかっていうのもね、最近この中でどっちがいいですかなんていう話を聞かれたりもすることあるんですけど、いや本当に難しいよそれってね思いながら回答していたりするんですけど、皆さんの、中で私はこのコントローラーが一番だよみたいな
のがあったらですね、ぜひその理由とかもね教えていただけたらなって思います。ぜひコメントもねお待ちしております。はい、それで私はですね、こちら、モノルっていうね、ウェブサイトの方で Apex Legends 向きのコントローラーおすすめランキングっていうね、ページをですね、常に更新してます。今回ご紹介したコントローラー以外にね、新しいコントローラーが出てきた時にですね、そちらがね、どこに位置するかっていうのもね、レビュー動画とね、一緒にですね、こちらのページも更新していきたいと思っていますので、こちらもね、ぜひチェックしてみてください。こちらの動画ね、出してからですね、しばらく経ってから見られている方はね、特にもしかしたらですね、新しいコントローラーで上位に来ているコントローラー出てきているかもしれないのでですね、ぜひこちらのページの方ね、概要欄にも貼っておきますので、そちらからね、チェックしてみてください。またこちらのね、すべてのコントローラーの購入先のリンクとかも概要欄に貼っておきたいと思いますので、ぜひね、そちらからチェックをしてみてください。よろしくお願いします。はい、今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい、以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。